鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。今回は、意外な道具を利用して、ダボ打ちセットを作ってみたのでご紹介します。きっかけは、これ。100円ショップに、あまたある使い捨て割り箸。断面が、四角形や楕円形がほとんどですが、これだけ綺麗な丸棒は見たことがありません。しかも大量に。もう、頭ん中がこうなって、どっから見ても、木ダボにしか見えません。サイズを測ってみましょう。長さは、ちょうど20センチ。太さは、5.6 ミリから5.7 ミリといったところ。なので、直径5ミリの木ダボが大量に作れそうです。使うのはこれ、金属棒に、ネジ溝をつける道具で、ダイス、と呼ばれています。ホームセンターには必ず置いてあるので、DIY 好きの方なら、大抵持っていると思います。金属をガリガリ削るので、竹なんかはちょろいもんです。ただ、材質が竹なので、繊維が縦に入っているため、ガリガリ削ると結構サイズダウンします。なので、ここでは、6ミリのダイスを使って5ミリちょいの大きさにします。では、箸1本、一気に削ってみます。こんな感じで、ネジ溝が掘れました。溝の役目は、木工ボンドを塗った時の空気抜きと、適度に潰れることで圧力を逃がす役割があります。太さは、5ミリちょいで狙い通り。それでは、自作マーキングゲージを使って、とりあえず、約2センチに切断します。調子に乗って、箸4本分、36個もできちゃいました。お次は、さっき使ったダイスのホルダーを利用して、ダボ穴ジグを作ってみます。ダボ穴は、板の中心に開けた方が良いので、M8 のボルトナット、ワッシャーを組み合わせて工夫してみます。こんな感じで、板の厚さに関わらず、両サイドのワッシャーで板を挟み込むと、ほぼほぼ中心が狙えます。中心を狙うことができたので、今度は直角に穴を開けるための、ドリルガイドを作ります。使うのは、ダイスホルダーの内径に一番近い、直径 2.7 センチの丸棒。内径にぴったり合うように、少しずつ削ります。木工旋盤があるといいなぁ。でも、ホルダーの内径が、微妙に楕円なので、匠の技で合わせ込みます。ぴったり収まりました。直角がぶれない程度に、適当な長さに切断。なんかとろろ芋が食べたくなる。調整が終わったので、デバイダで中心を描き、直角のドリル穴を開けます。この穴が、削れて歪まないように、ステンレスのパイプを入れたいのですが、ちょうど良いサイズのパイプがないので、上下にナットを取り付けて、削れ防止を試みます。ダボ穴と同じ大きさ、5ミリの穴を開けます。ドリルガイドの上下に、ナットが入る溝を作ります。簡単に溝を掘る方法が思い浮かばないので、面倒だけど、地道に手掘りします。はい、掘り終わりました。お気に入りの、JB ウェルドで、がっちりと固めてしまいましょう。こんなもんかな？さて次は、ダボマーカーを自作します。最初に開けたダボ穴に差し込んで、対面する木材のダボ穴の位置を正確にマーキングすることができます。使うのはこれ、アルミ製で、
ブラインドナットって呼ばれています。ナッターという道具を使って、いろんなところにネジ穴を作れる、とても便利なアイテムですが、ラボマーカーと形がそっくりなので、これを利用してみます。中央は、M3 のネジ溝があり、ここに、ツンツンの突起を仕込んでみます。直径はダボ穴サイズと同じ、5mm のものを使いました。ツンツンの突起は、これ、直径 3mm ちょいの、鉄製シート押さえピン。先端をヤスリで削ってツンツンにし、ダイスを使ってネジ山を作ります。ねじ込みなので、突起の長さを調節できるところがいいですよ。なかなかいい感じなので、同じものをもう一つ作りました。さて、道具がすべて揃ったので、使い道がなくなった霧集成剤の端材を使って、ダボ継ぎテストをしてみます。ダボ穴は、5mm のドリルビットで穴を開けますが、穴の深さを一定にするため、ストッパーを取り付けておきます。ストッパーはホームセンターで、販売されていますが、ケチな鉄鎮は、アルミと芋ネジで自作しました。まずは縦継ぎ。とりあえず2箇所に穴を開けます。その穴に、ラボマーカーをセット。お掃除。底辺を揃えて、相方にマーキングします。こんな風にマーキングされました。マーキング箇所にダボ穴を開けます。ダボを入れて、繋いでみます。まあまあですかね。今度は横継ぎ。お掃除。こんな風に、横継ぎしてみます。とりあえず、穴4つ。お掃除。穴4つもいらなかったかな？とりあえず両端の穴にマーカーをセットし、マーキングします。マーキングした場所に、穴開け。ちょっときついけど、力で押し込みます。なかなかいいじゃないか。ちょっとずれているけど、ボンド塗ってクランプで押さえれば、ぴったりいきそうです。端材集めて、大きな板にできるかも。最後に、木ダボのコストを計算してみました。なんと、1円で、8個の木ダボができちゃいます。ダイソーさんで購入した丸箸を、全部ダボにしたら、900個。一生かかっても使い切れませんね。最後までご視聴、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。